こんにちは。今日は NCT の各国でのメンバーの人気について話してみたいと思います。占いではないんですけれども、自分なりに分析をしてみました。まずこのようなサイトを見つけたのでご覧ください。こちらのサイトは NCT127 イルチルのメンバーの各国での人気を1位から10位まで発表しています。これを見て興味を持ちましたので、自分なりに分析したいと思います。まずスペインなんですけれども、1位がテヨン、2位がジャニー、3位がユータとなっています。もうこれは納得な面と不思議な面がありますね。まずテヨンはスペインだけではなく、日本、韓国、フランス、マレーシアなどなど、もう全世界で1位となっています。やはりセンターで目立っていますし、もうあれだけの人物ですので1位というのは納得なんですけれども、2位以降というのが国ごとに全然違うんですよ。国ごとに特色が出ていて本当に面白いなと思いましたので、今までの自分の外国人と接した経験ですとか、そういうのも交えて話していきたいと思います。まずスペインの1位がテヨン、先ほど言いました。2位がジャニーですね。2位のジャニーというのは、もう本当にジャニーは背が高くて体格もいいですし、かっこいいですのでイケメンですし納得なんですよ。しかしですね、なんと日本ではジャニーは10位なんですね。これって信じられますか？日本では10位がジャニーなのに、スペインでは2位です。もうこの違いは何なんだろうと。同じ人物なのにどうしてここまで国によって評価が違うんだろうと、自分なりに分析してみました。私は占い師になる前は英語関係の仕事などをしていまして、通訳ですとか翻訳、あとは外資系企業で働いていたこともありますので、外国人と接することは多かったので、ある程度はその外国人の好みですとか思考というのが分かる面もありますので、ちょっとそういう観点から分析していきます。まずやはりスペイン、南米というのは男性も女性も異性の好みというのを顔だけではなく体格で判定しているところがあります。具体的に言うと、顔も含めた体も含めた全体像で男性のことも女性のことも魅力を判定してるんですね。で、特にスペインですとかブラジルですとか南米はやはりスタイルがいいというのがもう一番の素敵なイケメンの特徴になってきます。ですので身長も高く、そして体格も良いジャニーは2位になってますね。そして3位のユータなんですけれども、これもやはりその南米系の人というのはセクシーさというのをとても重要視すると思います。やはり男性も女性もセクシーさを感じるかどうか、色気があるかどうか、男性としての色気を感じるかどうかというのをとても重要視するので、やはりこの色気があふれ出ているユータが3位と、これは納得ですね。その点、日本、なぜスペインでは2位のジャニーが10位、日本では10位になっているのかと、これを考えてみますと、やはり日本はスペインの南米系の国に比べて体格よりも顔を重視するという傾向があると思います。もちろん身長とか体格も大切なんでしょうけれども、やはり外国、南米に比べると顔そのものがイケメンかどうかということの方が重要になってきます。そして体格全体含めた、体格も顔も全体含めた全体像というよりも顔がイケメンであれば良いと、もうそういう傾向があるんですね。これは男性女性問わずそのような傾向があります。そしてあまりセクシー系な人というのはそこまで求められていません。それよりも可愛い系、男性にしても可愛い系、童顔系、そういう人が好まれる傾向が文化としてあります。ですのでスペインでは人気が2位のジャニーが日本では10位になっていると、これが理由だと思います。そしてじゃあ他のアジアの国はどうなんだと、日本以外のアジアの国でジャニーの人気はどうなのだろうというところが気になりますね。ではインドを見てみましょう。インドではジャニーは9位です。ということはやはりインドもアジアですからね。
インドの方もあまり体格の良さは見ていないということになりますね。そしてインドの人も色気が溢れ出ているような男性よりもそうではない顔重視、そのような文化になるのかなと思います。そしてついでにインドの順位を見てみますと、1位がテヨン、2位がマーク、3位がジェヒョンとなっています。この2位のマークも注目ですね。やはりインドの方というのは英語がわかる人が多いです。ですのでやはり英語が話せるメンバーがどうしても人気になるんでしょうね。やはり言葉がわかるというのは大きいですので、インドでは英語が母国語のカナダ出身のマークが2位というのも納得なところですね。ちなみに日本ではマークは7位です。マークは人気者でラップもうまいですし、とても人気なのはわかるんですけれども、やはりその英語が話せるか英語を理解できる国かどうかというのも大きな特徴になってきますね。そして他のアジアはどうでしょうか。次はインドネシアを見てみます。インドネシアでもジャニーは10位です。ということはやはりインドネシアもあまり体格ですとかセクシーさというのを男性に求めてないんですね。ですからジャニーが10位というふうになっています。ついでにアメリカも見てみますと、アメリカでのジャニーの順位は4位となっています。ですからやはりアメリカも男性の体格、それを重要視するのだなと思いますね。そしてマークはアメリカでは2位になっています。ですので英語話者のマークとジャニーはここでも強いですね。そしてここは自分が日本人ですので、ユータのことをですねちょっとひいき目で見てしまってる、今からちょっとひいき目の話になりますけれども、日本でユータは2位ですね。やはり日本人ということで、皆さんユータの良さを分かっているというのと同じ日本人だということでひいき目に見ている部分があります。もちろんそれを除いても素敵なことには変わりないんですけれどもね。でユータはですねすごいと思うんですよね。南米でもアメリカでもアジアでももう安定して人気があります。ジャニーは先ほど言いましたようにアジア圏ではあまり人気がそこまで爆発的ではないです。しかし南米ではすごいですね。しかし南米でもアジアでもアメリカでもユータは人気が高いです。まずスペインでは3位、日本では2位、そしてインドネシアでは6位、アメリカでは5位となっています。インドでも4位です。すごいですね。やはりユータの魅力は世界共通と言えるのではないでしょうか。しかしここで私は一つ言いたいことがあります。韓国でなんとユータは10位なんですね。これはちょっとしょうがないのかもしれませんけれども、ムカつきました。心穏やかではなくなってしまいました。やはり韓国ではユータは差別も受けてますし、以前の動画でも紹介しましたが、フロムホームで最後1人だけ映してもらえなかったりと、そういう韓国での日本人差別というのがありますので、韓国ではユータは10位と。これは悲しいですね。しかしユータは全世界的に高い人気、もう5位以内に、ほとんどの国でもう5位以内に入ってますので、もうユータは魅力的なのは間違いないですので、本当に応援したいと思います。そして次のメンバーなんですけれども、ウィンウィンですね。ウィンウィンはですね、面白いことにヨーロッパの国で人気がありますね。まずフランスでは5位です。そしてスペインでも6位です。ですのでウィンウィンはとてもイケメンですけれども、どちらかというと女性寄りの顔というか美しいお顔ですよね。可愛い系と言いますか、童顔と言いますか、そのような童顔系の顔というのはヨーロッパでは認められているんですかね。その点逆にアメリカでは9位です。ですからやはりここでもアメリカは可愛い系よりも男らしい系の男性を好むというのがわかると思います。そして次はドヨンなんですけれども、ドヨンは日本でなんと3位ですね。わかりますね。これはやはりドヨンは本当に
可愛いんですよね。歌声もとても透明感があって高音で素敵ですし、態度が良い意味で男男していない、中性的な透明感のある魅力がとてもある人だと思います。ですので、日本ではやはりあまり男らしい、ガツガツした男らしさというのは芸能人にも求められていませんので、3位となっています。これはとても理解できますね。一方、アメリカでは7位です。そしてフランスでは8位ですね。スペインでも8位です。メキシコでも9位です。ドイツでも9位。という感じで、軒並み欧州ですとか南米ですとか北米ではそこまで順位が高くなっていないという。ですから、日本は中性的な美しさというのを認める土壌があるんですけれども、可愛い男子ですね。可愛い男子を認めるという土壌があるんですけれども、やはり西洋ではそこまでそういう可愛い男子というのを求める、そういう土壌がないと言えるのではないでしょうか。しかし、もう全部アジア、北米、南米、欧州すべて合わせて1位はテヨンですね。ただですね、韓国だけ1位がジェヒョンなんですよ。韓国のみ1位がジェヒョン、2位がテヨンとなっています。そして3位はヘチャンですね。ですのでちょっと韓国はまた順位が他の国と違います。しかしそのテヨンの強さというのはすごいですね。テヨンの魅力というのはもう世界各国共通なのかと思いますが、私としては認めますと、やはり NCT はいろいろなタイプのイケメンがいるというのが良いところで特徴ですので、あえて今日はランキング形式のこのようなものを分析してみましたけれども、はっきり言ってもう全員いいです。もう誰が上とか下とかないです。もうみんないいんですよ。本当にみんないいんで、もう一人でも抜けたら嫌ですし、増える分にはいいと思うんですけれども、もうみんないいです本当に。というのがまとめとなります。以上です。ありがとうございました。